実はスマホ由来のブルーライトほとんど大したことなくて、それをスマホのライト気にするぐらいだったらリビングの天井のライトの方がよっぽど有害。じゃあ結構常にそのリビングの光は暗めの方がそうです。私はそれを推奨してます。こんにちは、睡眠学者の柳沢正史です。今日は眠気について5つの難易度で説明していきたいと思います。眠気ってもう誰もが毎日毎晩体験するすごく身近な感覚ですよね。でも眠気って他のいわゆる五感で感じる感覚とは明らかに違うし、疲れとも違うし、眠気って一体何なんですかと、そういう疑問に今日は答えていきたいと思います。眠気の正体、眠気がどのように調節されているのか、そのあたりどんなお話になるんでしょう。楽しみにしてください。いつも何時頃に寝て何時頃に起きてます？ 9時頃に寝て7時頃に起きてます。9時頃寝て7時頃ということは10時間。学校のない日はどうです？特に変わらず9時に寝て7時に起きてます。7時ぐらい自然に起きる感じ。はい。朝は目覚ましいらないぐらいですか？目覚ましは使ってません。使ってない、はい、もう7時ぐらいになると自然に目が覚める、はい、素晴らしいですね。それをぜひこれからもずっと続けてください。はい、どんな時に自分でね眠くなります？まず夜は眠くなるよね、当然。はい。何時頃から眠くなるとかあります？ 8時を過ぎた頃から少しずつ眠くなって、もう9時にはじゃああんまり苦労せず9時には自然に眠れる感じ。はい。他に昼間なんか眠くなっちゃうことってある？昼間は特に眠くはなりません。眠くならない。自分は、昼間とかに眠くならないで、友達とかに眠くなってしまう、そんな子がいるんですけど、その子にショートスリーパーなんじゃないのって言われたりして、それって本当にショートスリーパーなんですか？さっき聞いてると、今小学校4年生で10時間ぐらい眠ってるってことなんで、片桐君は決してショートスリーパーではありません。でむしろ十分に眠れてる良い子ですね。日本人って子供の時から睡眠不足が始まるので、昼間眠い子ってそういうことなんですよ。おそらく夜の睡眠がその子にとって足りてない、だから昼間眠くなっちゃうんですよね。だからお友達が昼間眠いって言ってるのは、もっと長く夜早く寝なさいって言ってあげてください。時々眠気がない時でもなんかお母さんに寝なさいとか言われたりするんですけど、そこは眠気がなくても寝なきゃいけないんですか？いい質問ですね。いつも平均9時から7時まで眠ってるって言ってたでしょ。はい。眠くないなと思ってても、そこでちゃんとベッドに行って暗くして目を閉じれば眠れるんだよね。はい、それだったら眠った方がいいですね。だからやっぱり規則的に一定の睡眠時間を保つっていうのはとっても大事なので、そうなんですよ。睡眠の量っていうのと規則的であること、ベッドに行く時間や朝起きる時間があんまり変動しないっていうこと、この2つがとっても大事なので。海外旅行に行ったことがあるんだっけ？はい。どこに行ったんですか？アメリカに。その時どうでした？夜に出発したはずが着いた時には昼、ですごく眠かった。眠いでしょうね。だからアメリカだと下手をすると日本と本当に真逆、本当に日本の夜が向こうの昼間になっちゃうから、当然ものすごく眠いわけだよね、昼間。その時は小さかったのですぐコテンって寝ちゃいました。2つ要素があって、1つはさっき言った時刻ね。8時か9時に眠くなるって言ったでしょ。8時頃9時頃というその時刻ですよね。夜になると眠くなる。それが一つの要素。さっき言ったアメリカに行ったら昼間眠かったと。それはその昼間の時刻が日本では夜の多分8時か9時だったわけだよね。だから眠くなると。でもう一つは起きてる時間が長いと、それによって睡眠に対する眠りたいって、眠気と言っていいと思うんだけど、眠気が溜まっていくわけで、そういうだから時刻の要素とそういう起きてる時間によって眠くなっていくっていう要素があるっていうことですね。それで眠くなったら
眠気を解消するにはどうしたらいいと思う？やっぱり一番寝るがそうなんです一よ。番いいことです。正解です。眠気を解消するには眠るしかないと。普段どうです？何時頃眠って何時頃起きてます？早いと10時ぐらいに寝てて、うん遅いと12時ぐらいですね、うん、結構でもそこは12時過ぎちゃうこともある。はい、うん、朝は？朝は7時ぐらいに起きてます。そうすると早く寝た日は、10時に眠るとすると9時間ぐらいは眠れてる。はい、なるほど。でもまあ12時超えちゃう時もある感じですね。そうですね。なるほど。明日がもう日曜日だっていう時は、もう余裕で12時超えてしまいますね。うんうん。で日曜日はどのぐらいまで眠ってます？だいたい10時ぐらいに起きてますね。でひどい時はそれこそ1時2時に起きて、あれもうこんな経ってるんだって絶望するしますね、やっぱり。もう学校もなくて自分で好きな時間に眠って好きな時間に起きていいとしたら何時から何時ぐらいまで寝てるのが一番調子いいと思います？僕は12時に寝て、10時に起きる。ああ、そんな感じね。まあだからいわゆるやっぱり夜型ってやつだよね。そうですね、でおそらくも本当に小学校の頃は、僕朝型で、本当にすぐに起きれたんですよ。それこそ6時とかにで毎朝起きて、なんか自分の好きなことやったりしたんですけど、もう中学校に入ってから急にそれができなくなってしまって。多分小学校の時は夜も早い時間に眠くなったんだよね、自然にね。それがもう本当に10時以降にならないと全く眠くならなかったりとか、それで朝も本当に起きれないんで、アラームをもうスヌーズにしてるんですよ。何回かかけてて、これはね実はそういうことが知られてます。白石君だけじゃなくてもう他のみんなもそうなんです。平均的に言うと皆さん遅かれ早かれ中学生高校生ぐらいから夜型になるんですね。メカニズムもよくわかんないし、何のためにそう夜型化する意義というかなぜなのかもわからない。ただね、これは生物学的な現象なんですよ。いわゆる思春期に入って中学生高校生ぐらいになると体内時計っていうんだけど、体内時計の針が遅れがちになるのね。それで夜型になっていく。教育委員会の先生方はよく聞いてほしいんですけど、若者を朝早く叩き起こすのはおそらく非生産的なんです。だからまあある意味心配しなくていいっていう言い方もできるし、頑張ってできるだけとはいえ早く眠ってねっていう話ですね。休みの日は寝る時間がおそらく数時間遅くなって起きる時間も相当遅くなるわけで、これは本当は良くなくて、どうして良くないかっていうと、それだけこう後ろにずれちゃってるでしょ、睡眠が。自分で時差ボケを作り出しちゃってるんですよ。月曜日特に辛いんじゃない？朝。いやそうですね、月曜日は本当に辛くて、それがだから時差ボケなんですよ。今2つのことを実は語ってるんですよ、睡眠に関して。一つは睡眠の時間、睡眠量ね。話を聞いてるとやっぱり休日は多分少し長く寝てますよね。普段、まあ10時11時12時に寝て7時に起きるのではおそらく少し睡眠が足りてないわけですよね。その足りてない、いわば少しずつ借金しちゃってるわけだ。その借金を次の日が休みの日に返してる。でその分長く眠ってる。起きてる時間が長くなってくるとその分体がより睡眠を要求するようになるわけ。週末にその要求が少し満たされるっていうことを繰り返してるってことになるわけ。それからもう一つは早寝早起きか遅寝遅起きかっていう話。タイミング、これはまたさっきの話とは全然別で、その体内時計によって何時頃になったら眠くなるかっていうのが決まってるんだよね。個人によって朝型の人夜型の人っていう体質があるんだけど、11時とか12時とかになると多くの人は眠くなって眠ると。いつ眠るか、遅寝遅起きか早寝早起きか、これが我々の脳に24時間を刻む体内時計があって、それによって決まってるっていうことですね。週末すごく遅寝遅起きになっちゃって、月曜日いきなり7時に起きなきゃなんないって言うと辛いって言ったじゃない。だからそれは週末の間に体内時計が遅れちゃってるわけだよ。それを月曜日は直さなきゃいけないから、そのせいで辛い。そういう睡眠に2つの側面があると。その2つのプロセスによって
私たちの睡眠は制御されていると。その授業中例えばね眠くなっちゃって困る時ってあると思うんですけど、はい、そういうのってどういう時眠くなります？やっぱ寝不足の時とかが前の日遅く寝て早く起きなきゃいけないって時は、やっぱり当然眠くなるんですけど、ちゃんと寝たなっていう日でも結構居眠りしちゃうっていうかつまらない授業の時とかは特に寝ちゃうんですけど。なるほどなるほど、はい、睡眠っていうのはねこの2プロセスモデルっていう名前がついてるんだけど、2つのプロセスによって眠気が1日の眠気が制御されてるっていうことになってるんですね。でこれ上行くと眠くない下行くと眠いっていうことなんだけど、はい、体内時計によるプロセスをプロセス C って言います。C はねサーカディアンリズムの C で、サーカディアンっていうのは外日約1日という意味ですね。我々の脳の中に約24時間を刻む時計があるんですよ、振動子で。そこからの出力がこの上向きの矢印で、体内時計の観点から一番眠りにくいのが晩の8時9時10時ぐらいなんですね。で一番逆に眠いのが朝の4時5時とかこのぐらいの時期。こういうふうに体内時計からの眠気出力みたいなのが変動するということが分かっています。夜型の人はこのピークのフェーズが後ろにちょっとずれてるし、朝型の人はより早いわけで、はい、もう一つそれとは全然別のプロセス S というのがあって、これが上半分なんだけど、はい、この図ではこの方朝の9時から次の朝の9時ですね。で、はい、ここからここまで眠ってたという想定なんだけど、要するに起きてる間にだんだん睡眠に対する圧力が溜まっていきますよと。で眠ってる間にそれが徐々に解消されていきますよ。でここで例えば眠らなかったらどんどん溜まっていくわけね。だから徹夜になるとすごく眠くなりますよね。それはそのせいだと。これが例え話としてはこの獅子おどしに例えるのがすごく適切で、竹の筒が上向いてる状態が覚醒ですね。でその間に水がちょろちょろ入ってだんだん水位が上がっていくと、それが文字通り睡眠要求が溜まっていくというプロセスです。あるところまで行くといきなり下にパタンと傾くわけですね。でそれが睡眠で、この水はゆっくり流れると思ってください。で人間の場合は7時間8時間9時間かけてゆっくり水が流れて、空っぽに近づくとまたパタンと元に戻ると。これが睡眠と覚醒の切り替えのサイクルなんですよね。だから前の晩の睡眠が明らかに短かった時っていうのはプロセス S が強く働いてて、睡眠が短いということはそれが解消されきってないので、その残りがあるから、いわゆる寝不足状態ですね。だから眠いと。要するに獅子落としに例えると、水がまだ相当溜まってるのに強制的に起きてる状態なんで当然眠いと。それからさ、眠気が吹っ飛ぶっていうじゃん。そういう経験あるでしょ？はい、よく授業中になってます。どういう時に吹っ飛びます？それこそ授業中だと、ペンを落としたりとか誰かが物を落とした時とか大きな音がしたりとか、なんかちょっと突然変化が起きた時にハッてなりますね。なりますよね。はい、それで今まであんなに眠たかったのにしばらく、そうですね、15分20分ぐらいはずっと眠気がなくなると。はい、そのメカニズムっていうのも最近分かってきていて、脳内物質でアデノシンっていうのがあるんですね。これ昔からその催眠物質として知られてるんですよ。脳内でアデノシンが増えると眠くなるっていうのが昔から知られてる。コーヒーは覚醒作用があるじゃないですか、カフェイン。でカフェインは実はアデノシンの拮抗薬なんですね。アデノシンのブロッカー、アデノシンの作用を抑えるのがコーヒーなんですよ。このアデノシンなりカフェインが脳のどこで効いてるかっていうのを見つけたんですね。側坐核という脳の部位があって、そこの細胞に効いてると。でここの側坐核の細胞は睡眠を促進する方に働く。それをアデノシンはその細胞を活性化することによって眠くしている。でカフェインはそのアデノシンの作用を抑えているんだということに気がついたんですね。
で眠気が吹っ飛ぶ状態になると何が起こるかというと、この同じ細胞にですね、この脳の別の部位からドーパミンっていうのが注ぎ込まれて、ドーパミンって聞いたことあるんですか？はい、なんとなく、はい、ドーパミンがこの同じ側坐核の細胞を今度抑制するんですよ。で眠気を取る。実はこの回路自体はすごく昔から知られていて、モチベーションですね、はい、モチベーションの回路として昔から知られている。それが実はモチベーションだけじゃなくて、それに伴って眠気も制御してるんだということをで、前の晩よく眠ったはずの日でも授業がつまらないと眠くなっちゃうっていうのは、眠気が吹っ飛ぶの逆ですね。だから授業が全然ボーリングでドーパミンが全然出てなくて、脳内のアデノシンが効いていて眠気が来ちゃってると。身近なそういう現象が今言ったその2プロセスプラス眠気が吹っ飛ぶというこの3つのメカニズムで結構説明がつく。そうなんですね、同じ授業でもすごいエキサイティングな授業だったら眠くならないじゃん。そうですねそれはだからドーパミンが出てると思っていいんだよね。でよくベッドの中でスマホいじるなって言うじゃん、はい、スマホも私に言わせるとコンテンツ次第なんですけど、チャットとかゲームとかこうインタラクティブな操作を常に要求されるようなことをやってると、このドーパミンが多分出続けちゃうんですよ。そうするとこの、いわゆる眠気が吹っ飛んだ状態になってしまって、何時になっても眠くならないと。よくその聞くのはブルーライトが良くないっていう風な話はよく聞くんですけど、それとは関係ないですか？ブルーライトが良くないのは事実です。要するに朝の例えば朝から午前中ぐらいの時間帯にまさにブルーライトです。強い単波長の可視光線が目に入ると時計の針が進むんですよ。最大2時間ぐらい進む。で逆に夜から特に深夜の時間帯に強いブルーライトが目に入ってしまうと時計の移送が遅れる。こういう移送反応をするっていうことが分かっていて、これ逆に言うとこれによってさっき言った約24時間を刻む振動子が地球の時点にフェーズロックしてるわけ。だけど、今のスマホって文字通りスマートなので、実はiPhone だったらナイトシフトっていう機能があって、自動的に日暮れ以降の時間帯になると黄色っぽくなるんですよ。そうですね。それでちょっと薄暗くなるようにできてる。だから実はスマホ由来のブルーライトほとんど大したことなくて、それをスマホのライト気にするぐらいだったらリビングの天井のライトの方がよっぽど有害です。こういう白い光ね。じゃあ結構常にそのリビングの光は暗めの方がいいってこと？そうです。私はそれを推奨してます。私たちの研究機構から宮坂さんに来ていただきました。筑波大学の柳沢先生が機構長を務めている、国際統合睡眠科学研究機構の櫻井平野研究室で現在研究員を務めております宮坂愛と申します。でちょうど昨年度に、博士課程を卒業しまして、今こちらで、神経科学の研究を進めております。はい、今日のテーマは眠気って何よっていう話なんですけど、宮坂さんご自身はどういう研究してるんでしたっけ？私は特にオスマウスの社会行動の神経基盤に迫る研究をしておりまして、特にオスが発情メスに対峙した時の繁殖行動、性行動の、神経基盤を解明する研究をしております。先ほどレベル3でもね、そのいわゆる眠気が吹き飛ぶっていうメカニズムについて議論していて、はい、そこにドパミンが関与していると。つまりモチベーションが高い、なんか非常に眠気が吹き飛ぶような状況になるとドパミンがバーッと出てきて、それが眠気を抑えるっていう話をしてたんですけど、実はだから宮坂さんがやってる性行動、オスの性行動でもそのドパミン、同じ場所、脳の腹側被害っていう中脳ですよね、そこから出てきて側坐核に働くドーパミンがすごい重要だっていう話ですよね。はい、
そうです。で私は、性行動の行動がどのように制御されるのかについて解明することにしたので、性行動って結構モチベーショナルな側面があるかなと考えて、脳内報酬系の中枢である側坐核に着目した研究を行いました。これまで側坐核って一つの大きい部位として語られてたんですけれども、その中にいくつか異なるドーパミン放出動態を見せる部位があるということを確認して、でその中の一つが性行動の制御に重要だということを発見しました。同じ、側坐核でも、性行動に関与する部分と眠気をそうですね。制御する部分はちょっと違うんですよね。性行動の方がより腹側にあるんです。そうですね。性行動は少なくとも腹側ですが、睡眠を制御するのがどれかというのはちょっと私は分からないんですけれども。そうか、そこはまだ厳密には、もしかしたら一部重なってるかもしれない。そうですね。ドーパミンってこの性行動、一連の性行動で一体どうなるんですか？一連のまず発情メスに出会った瞬間にドーパミンがピャって上がる。ビャって上がる。一番正直そこが一番高いんですね。びっくりもあるし、魅力的な個体が来たっていう、これから注意を向けなきゃっていう意思決定の瞬間でもあると思うので、一番最初にドーパミンがパッて高く上がって、でその後マウント襲う行動をした時にもこうピョって上がるんですけど、それは発情メスにあった時の半分ぐらいの程度で、でも結構見た目に分かる程度、ある程度強い形でドーパミンが上がるということが見られました。一点面白いなと思ったのは、そのコントロール実験として、その発情メスに対峙した時の実験と、コントロールとして非発情メスに対峙した時の条件っていうのも用意したんですよ。その結果、その非発情メスにいる時には、相手個体がいても寝ちゃうっていうのがあって、やっぱりいわゆるあれだ、眠気が吹き飛ばないわけですね。吹き飛ばなかったんですね。だから発情メスっていうのは眠気が吹っ飛んで集中してその繁殖を目指そうっていうふうに。だからまさに同じドーパミン系が睡眠も制御してるし、そういう性行動も制御してるというのが見え始めてると。人間でもドーパミン系は同じように性行動に関して働いてると思っていいんでしょうか？かなり近い、システムが動いているのではないかなというふうに考えています。共有した神経回路によって駆動されている可能性はあるのかなというふうに。プロセス C のフェーズが年齢によって大きく変わるって話をしてるんですよ。子供は朝型で、思春期から20代30代夜型で、また中年以降になると朝型に戻るっていう話をしてたんですけど、僕が聞いたことあるのはその一説ですけど、なんでね人間でそういう年齢による大きな変化が起こるかっていうのに性行動と関与してるんじゃないかっていう話をどっかで読んだことがあって、それどう思います？それ非常に面白いですね。要するに生殖年齢じゃないですか、思春期から30代ぐらいまでっていうのがね、一番。なんで人間はその間だけ夜型になるんでしょう？夜にそういう繁殖行動をするのが一番いい、効率的というかいいのかもしれないんですけど、人間の場合はで、だから夜早く眠くなっちゃ困ると。そうですね。マウスの場合も明期と暗期で活動期が決まっていて、暗期の方が活動期なんですよ。我々でいう昼が暗い時間なんですけど。でじゃあ明るい時に発情メス出したらどうなるか、あと攻撃の相手であるオス出したらどうなるかっつうと、あんまりそういうことが起こりづらいっていうのがあるので、ちゃんと一日の中にドーパミンが駆動されやすいサーカディアンの影響を受ける、仕組みがある可能性があるっていう話かなって。だから人間でももしかしたら生殖年齢においては、夜より遅くまで活発に活動できるようになってるのかもしれない。そうですね、かもしれないです。はい、いよいよレベル5でございます。今日は平野さんという方に来ていただきました。まずは簡単に自己紹介をお願いします。はい、平野有沙です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。柳沢さんの研究機構で研究しております。専門分野は体内リズムなんですけれども、私の専門は約1日周期の外ズリズムと呼ばれるような体内リズムの研究を専門としています。今まで出てきたそのプロセス C とかプロセス S という言葉が出てきましたけど、まさにその
プロセス C ですよね。そうですね。外実リズム24時間を刻む時計がそういう細胞にあって、で我々の体中の細胞に時計があって、それ全体を牛耳ってるマスタークロックが視床下部の視交叉上核ってところにあるじゃないですか。で問題はその視交叉上核に24時間を刻む時計があるのはいいんだけど、それがどうやって例えば睡眠、今日のテーマである眠気を制御してるかっていうところですよね。そこですね。それについても平野さん少し研究してると思うんだけど。そうですね。はい。今のところどこまで分かってるんですか。正直言うと何も分かっていないっていうのがもう答えなんですけれども。私もそう思ってました。はい、肝心なところは分かってないんですよね。分からないですね。外実時計が時を刻むっていうメカニズムは分かるんですけど、それがじゃあその時刻の情報、今が昼だよとか夜だよっていう情報がどういうふうに生理的なリズムに反映されていくのかっていうところが全然分からないんですよね。そうなんですよね。だから多分かなりの部分はその視交差上核からの神経回路、神経細胞同士の接続で伝わってると思っていいんですか。いや、それもなかなか、そこもわからない。はい、液性因子も、いろんなことをやってるっていうのは言われていまして、例えば視交差上核のそのいわゆる時計ニューロンですね、時計を持っているニューロンっていうのを個体から単離して、違う個体に移植するっていう仕事をよく昔やられていたんですけれども、その時にいわゆる半透膜の膜で包んで、いわゆる神経連絡が全くないような状態にしても行動リズムって戻るんですよね。なるほど。はい、なのでいわゆる液性因子で拡散していくような半透膜を通れるようなそういった何かしらが行動リズムを作っているだろうって主張している人たちもいます。人によってはその外実時計のその振動体、リズムを刻んでいる振動体の他に、いわゆる睡眠覚醒リズムを作るような2個目の振動体があるっていう、いわゆる2振動体モデルを提唱している先生もいらっしゃいますし、実際に体温のリズムと睡眠のリズムで乖離してしまうので、人ではそれだと睡眠覚醒のリズムのそのオシレーターはどこにあるのかっていうのも今のところ分かってないですし。なるほど。プロセス C そのものの振動子のメカニズムは分かっているけれども、それがどう睡眠につながっているかよく分かんないと。さらに言うとプロセス S の方ですよね。でこれはもうさらに大きな謎ですよね。その S の正体が解ければ、そこに C がどうやってこう入っていくのかっていう、その情報がどう統合されていくのかっていうのを分かるきっかけになると思うんで、今のところその神経の活動レベルで統合されているのか、何かの分子があってその量の制御で統合されているのか、そこら辺も全然分からないので。そうですね。逆に言うとだから、そのプロセス C の経路がある程度分かっていくと、そこから S に導けるかもしれない。可能性もありますね。それやってください。両方向で。そうそう。私自身のラボはご存知のようにプロセス S を真っ向から取り組もうとしてるんですよね。本当に睡眠に対する要求が起きてる間に溜まっていくわけなんですけど、その要求なるものが何なのかっていうのは全くほぼ全く分かってないと言っていいですよね。いろんな学説はあるんですよね。酸化ストレスみたいな細胞レベルのそういうものが起きてる間にだんだん溜まっていくとかっていうのは症状媒なんかではよく言われてますよね。それから起きてる間にこう神経細胞の中のタンパク質の品質管理がだんだん悪くなっていって、コンフォーメーション取ってないほどけたタンパク質が増えちゃって、そういう細胞のストレスが増えて、それが何らかの形で睡眠要求として現れてるっていう学説もあるし、あと神経細胞の場合活動が続くと DNA が切れるっていう話があって、だからそれを何とかしなきゃいけない。 DNA が切れまくったら細胞ダメになっちゃうんでっていう学説もあるんですよね。その寝てる間にその DNA の切れたのの修復が起こると。あとは私たちも特にやってるのはシナプス、起きてるっていう覚醒を定義すれば、いわばその外界の感覚刺激に秒のオーダーでもうリアルタイムで反応し続けてる状態が覚醒なので、脳の中のいわゆるそういうワーキングメモリーっていうんですかね、そういうのが働き続けてるので、シナプス強度が起きてる間にじわじわ上がっていっちゃうと、シナプスがだんだんでかくなっていっちゃうと。
でそれそのままじゃサステインできないのでどっかで戻さなきゃいけませんねっていう説もあるじゃないですか。シナプス甲状腺説ですか。で僕らもその辺りにその辺りが当たってんじゃないかなっていうストーリーなんですけどね。いやその辺りがね本当に分かるとわからないですけど、多分いろんなことが起こってるんだと思います。ですよね、はい、多分一つじゃないのかもしれないですね。はい、細胞ストレスっていう意味では確実にそれを解消するための機能はもちろんあると思いますし、ただ因果関係と相関関係っていう話に出たように、やっぱりただの相関関係だけを見てそれが睡眠の機能だって言ってるところもすごく多いので、そうですね。っていうか今のところまだそのレベルですよね、この、はい、フィールド全体が。はい、断眠させたらこうなるって、そりゃストレスになるだろうっていう感じなんですよね。断眠させたらこうなるああなるっていう論文はたくさん出てるんですよね。いやだから本当に難しい分野ですっていうのが結論ですか。はい、ここまで見ていただきありがとうございます。皆さんどういうふうに感じられたでしょうか。眠気に関するなんていうんですかね、こう現象論っていうんですか、眠気がどのように変化していくのか、どうやって調節されているのかっていう表面的なことは結構詳しく分かっているんですが、本当に眠気の実態ですね、眠気が脳の中で実態どのように表現されているのか、その実態は何なのか、そういう一番肝心な部分については実はよく分かっていないと、未だに謎であるというのが、最終的な結論です。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はぜひぐっすりと眠ってください。